ファーストのケイタです。ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間のみんなへ、今回はベンチプレスにおけるすごく重要な部分ですね、肩甲骨の意識について解説していきたいと思います。で、まず肩甲骨なんですけれども、肩甲骨どこかと言いますと、背中の肩の後ろの部分ですねについてるこの骨です。右と左両方あると思うんですけども、この骨が肩甲骨です。もしちょっとわからない方いたら、ググっていただければすぐ出てくるかなと思います。で、この肩甲骨、ベンチプレスにとってすごく重要な部分になります。この肩甲骨がどの辺にあるかによって、ベンチプレスの重量の上がる重さですね。これかなり大きく変わってくるので、これはかなり皆さん必見ではないかなと思います。で、まず肩甲骨ですね。すごくいろんな意見があります。肩甲骨すごく寄せてよとかですね。僕の場合は肩甲骨立ててっていう言い方します。これすごくいろんな意見があるんですけれども、僕最初ですね、全然知識がない時に、ネットか何かでちょっと検索、ベンチプレスのやり方とか検索した時に、肩甲骨を寄せてっていう形で結構出てきました。その当時はですね、とにかく肩甲骨ガンガン寄せてました。もう寄せれるだけ寄せて、で、寄せると、胸も張れるんで、これはすごくいいと思ってずっとやってたんですけれども、結果、それを長年やってて気づきました。肩甲骨は寄せるのではなくて立てるです。はい。で、最初ですね、ベンチプレス何もわかんなくて始めたばっかりの人は、立てる、肩甲骨を立てる、どんな動きかよくわかんないです。ブリッジもしっかり組めないので、最初は寄せる側でやっていただいた方がいいかなと思います。で、見ていただいている仲間のみんなでですね、例えばベンチプレスも1年ぐらい触ってるよとか、そういう方でしたら、なんとなく意味分かってくれるかなと思うんで、寄せるのではなくて、立てる側に意識を置いていただきたいなと思います。で、まず最初その初心者の方ですね、肩甲骨を寄せるって、じゃあその寄せるってみんな言うけれども、どう寄せていいのかって正直分かんないと思います。僕も最初分かんなかったです。何か仰向けになってもちゃもちゃして、こんな状態でベンチ。これ全然寄ってない状態なんで、これ一ついいポイントがあります。で、これはですね、実は編集していただいてるザッキー考案なんですけれども、これ僕もすごくいいなと思って、結構初心者の方には、これ本当に、わかりやすい説明かなと思います。まずですね、手をグーです。応援するようなポーズですね。応援するようなポーズをしていただいて、その後に、ここの、肘動かさない状態で、ぐーっと後ろ持ってきます。この状態で、実はもう肩甲骨寄ってます。はい。シャフトを握った状態で、じゃあ肩甲骨寄せてって言っても全然わかんないんで、最初は、こうしていただいて、ぐっと開いていただく。これだけでいいです。この状態で肩甲骨も寄ってるんで、あとはそのまんま動かさずにバーを触っていただくようなイメージですね。これで、肩甲骨を寄せるっていう動き、なんとなく分かっていただけるかと思います。ちなみにですね、肩甲骨を寄せるっていう動き、どうしても肩甲骨の周りについてる細かい筋肉、この筋肉の筋力も実は必要です。で、すごく細かい筋肉で、聞き慣れない筋肉たくさん多いと思います。僕結構専門用語とか、細かい筋肉をガンガン並べるのってすごく難しくて、正直あんまりよくわかんないです。もう本当にざっくりです。もう肩甲骨の周りの筋肉っていう感じで説明して、本当に申し訳ないなと思うんですけれども、もちろん知ってはいるんですけれども、なかなかそれを伝わりにくかったりもするんで、僕はもうざっくり説明してます。で、その肩甲骨を寄せるっていう動きで、まずはベンチプレス、最初はやっていただきたいなと思います。で、そうすることによって、肩甲骨が動いてるんだなとか、肩甲骨ってこう寄せるんだな、こう自分で動かすんだなっていうのをどんどん体が分かってくるので、その先にいよいよ肩甲骨を立てるという動きに、移行できるかなと思います。最初から立てようと思ってもなかなか難しいんで、まずはその肩甲骨の動きに慣れてみましょう。次、この、寄せるっていう動きがしっかりできた後に、いよいよ立てるっていう動きなんですけれども、過去の動画にですね、ベンチプレスの台がなくても練習できますよっていう動画が、下の概要欄にも参考まで貼っとくんですけれども、そちらの、胸骨を立てるという内容が結構そこの中に含まれてるんですけれども、それに付随してます。
はい。胸骨を立てると同時に肩甲骨も立てる。この動きが非常に大事になってくるので、肩甲骨だけを立てようと思ってもなかなか立たないです。なんで、その動画でも紹介したように、胸骨を立てるという動き、これも一緒に連動してあげると、初めて肩甲骨も立ってきます。で、まず肩甲骨、立てると何がいいのかなとこなんですけれども、まず先ほど言っていた肩甲骨を寄せるという動きなんですけれども、どうしてもベンチをやるときに肩甲骨をぐっと寄せてしまった状態。これかなり首だったりとか僧帽筋、この辺の肩の筋肉ですね。この辺の周りの筋肉がギュッと縮まってもうバンバンに張っちゃった状態ですね。張った状態でベンチをやるとすごく窮屈です。はい、自分の体を何かロープで縛ったかのような状態でベンチをやるので、いざ例えばこの辺で詰まりましたよっていう時になかなか重量が押せないです。上がっていかないです。なんで、この辺をしっかりリラックスしてあげた状態で、いつでもイレギュラーに対応できるような安全なフォームを組めるのが、要は肩甲骨を立てるという状態です。こう寄せるのではなくて、立てることによって、この辺すごくリラックスできます。リラックスした状態、僧帽筋、さっき言った肩の筋肉ですね。あと首周りですね。この辺もしっかりリラックスした状態でベンチを行うことによって、ここの辺でぐっと詰まっちゃったよっていう時に、いろんな筋肉をいざ、ボンボン使い始めます。体が。もう勝手に使い始めます。それをギュッと寄せてしまうと、どうしても封印してるんで、使わない状態で終わっちゃいます。はい。なんで、立てるという意識ですね。これ非常に大事になりますので、はい。ちょっと皆さん参考にしていただきたいなと思います。では、ここで一旦 CM です。ほら、ちょっとあげるわいいか。あげた方がいいんだよね。あげるか。一緒にやるの。肩甲骨、これ肩甲骨と言っても、肩甲骨の周りについてる先ほど言ってた筋肉ですね。この辺が、やっぱりこの辺の柔軟性だったり、筋力だったり、この辺かなり大事になってきますので、しつこく練習してあげるのが大事です。なんで、練習の時のフォームですね。ベンチをやる時のフォーム、皆さんはおそらく、とにかく重量を上げたい。セット重量を気持ちよくこなしたい。今日もクリアしたい。明日もクリアしたい。2.5 キロ増しでクリアしたい。2.5 キロ増しでクリアしたいっていうのはすごくあると思います。なんですけれども、それがゆえに、フォームが甘くなってしまいます。甘くなったフォームの状態でパシパシやってても、なかなかその肩甲骨を立たせるための筋肉の柔軟性だったりとか筋力、これアップしていかないです。なんで、練習の時はあくまでも練習なんで、フォームをガンガンきつく組んであげてください。肩甲骨をもうこれ以上立たないよっていうぐらいです。もうバンバン立たしてください。で、その中でどんどん柔軟性もついたりですとか、もちろんブリッジの強化もつながりますし、筋力も、肩甲骨周りのですね、筋力も強化につながります。これをしっかりしてあげることによって、どんどん先に進めますんで、フォームもどんどん良くなります。はい。で、その肩甲骨の立て方なんですけれども、さっき寄せ方やりましたよね。今度立て方なんですけれども、まず、フォームを組むときにシート当たってると思います。で、シャフトを握ってます。このシャフトとシートにしっかり体を挟めた状態で、もちろん重さちょっとかかってる状態の方が最初分かりやすいと思います。シャフトだけだとなかなかシャフトがバンバン浮いちゃうので、60キロぐらいとかでいいと思います。60キロぐらい男性の方でしたら、しっかりつけた状態で、シャフトをぐっとちょっと押し付けながらですね。で、そうすると肩、シートにぐっと押し付け去ります。この押し付けた状態のまんま、足を蹴ります。で、自分が上にズルっといくぐらい蹴ります。この時に肩を一緒に持ち上げてしまうとダメです。はい。肩はその位置に残したまんまです。残したまんま体だけを押し上げると、挟めとくとしっかり
肩甲骨立っていきます。はい。これ、ズル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 ってやっちゃうとダメです。で、ここで一つちょっとアイテムというか、まあ結構使ってる方も多いと思うんですけれども、滑り止めシートです。で、今こういったものがうちにちょっとあるんですけれども、まあ厚手のものから薄手のもの結構あります。この滑り止めシートを使うことによって、先ほど言ってたシートとシャフトに体を挟めた状態で、ここ滑り止めシート引いてあるので全然滑れないです。で、足をぐーっと蹴ると、ここストッパーになって、滑り止めシートがストッパーになって、どんどん肩だけ下に置いてけぼりの状態ですね。すなわち肩甲骨が立つという状態です。で、前の動画でも説明した胸骨の立ちにもつながってくるので、はい、この辺すごく役立つんではないかなと思います。これ100均でも売ってます。あとホームセンターでも結構売ってますので、こちらは柔軟マットですね。僕は柔軟マットを大きいのを買って、このくらいのサイズにハサミでちょきちょき切って使ってます。あとは結構皆さんご存知の方もいると思うんですけど、A7 っていう、T シャツですね。メーカーの T シャツです。この辺に滑り止めもしっかり入ってたりもしますんで、それを着て、それはちょっと大会では滑り止め入ってるんで、大会ではちょっと着れない T シャツにはなるんですけれども、練習の時はそれはすごくいいアイテムになりますので、その A7 の T シャツも結構おすすめです。参考までにちょっと下の概要欄にそちらも貼っておきますので、ちょっと見てみてください。はい。肩甲骨、じゃあいざ立てましたよっていう状態です。で、肩甲骨立てれましたら、今度、じゃあ肩甲骨立てるとなんで重量が上がるのかっていうとこです。はい。これ肩甲骨を立てることによって受ける位置ですね。この肩の点になります。どうしても肩甲骨を寄せたりだったりとか、肩甲骨をそんなに意識しないでベンチをボンと持つと、この肩甲骨の面で重量を受けます。この面で受けると、もちろん実は面で受けた方がベンチプレス簡単です。っていうのが、上げれる幅がこれぐらいあります。はい。シャフトがここで上げても成立します。この辺で上げても成立するし、この辺で上げても成立します。逆にもう本当にギザギザ上げてもなんとか上がります。ただ、思いっきりの高重量はなかなか上がりづらいです。で、肩甲骨をぐっと立てることによって、ここの肩の骨です。皆さん触っていただいたらわかると思うんですけれども、この後ろの肩の骨ですね、ちょっと出っ張っているところがあると思うんですけれども、そこをしっかり肩甲骨を立てることによって台に、はい、置けます。そこの骨で受けてあげると、要は点ですよね。この点で受けた状態で上げるのが一番強い力が出ます。はい。全ての力をその点に凝縮するんで爆発的な力が出ます。ただ、やっぱり点で受けると先ほど言った通り難しいです。どうしてもちょっとずれるとそれが上がらないにつながってきます。なんで、頑張って反復運動の練習が必要です。ただやっぱり重量を求めるにはそこまでした方が楽しかったりですとか、はい、重量もどんどん伸びたり、もちろん点で受けれなかった、1週間連続で点でもし受けれなかったとすると、はい、重量が全然落ちちゃいます。それもまた悔しくていいものです。はい、その悔しさを糧にまた次の週頑張って、そういう感じでやっていくのがいいのかなと思います。はい、肩甲骨ですね、いろんな考え方があると思います。はい、僕の考え方はしっかり寄せるよりも立てるという意識です。はい、割合で言うと寄せるのが1割ぐらい、1割2割でいいです。あとの8割9割ぐらいは立てるという意識です。この立てるという意識だけを頑張ってやっていただくと、はい、どんどん重量も伸びるはずです。はい、仲間のみんなもちょっと気になったら試してみてください。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。あと僕の動画ですね、翻訳していただける仲間の方まだまだ大募集しております。1人1文でもいいです。はい、皆さんでどんどん作り上げていっていただければすごくありがたいです。僕専門用語何もわかんないです。で、すなわち英語も全くわかんないです。申し訳ないです。皆さんにちょっと協力していただくととっても嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。ファーストのケイタでした。